皆さんこんにちは、アドブロです。私、アドブロはですね、昨年2021年にプリンスのツアー100っていうラケットを購入してですね、珍しく1年以上使い続けている、そのぐらいですね、このツアーシリーズっていうのを気に入ってますし、いいラケットだと思っているんですけれども、ただ正直100だとちょっと弾き感が強すぎてしまうような瞬間もありまして、もう少しボックス的なフィーリングが欲しいな。でも95だとちょっと辛すぎて実戦じゃ使えないよなっていうような感じで、ラケット自体はどれもいいんですけれども、あとちょっとでかゆいところに手が届かないみたいな印象が正直ありました。そしたらですね、ツアーシリーズのモデルチェンジっていうのが本日発表されまして、なんとですね、新しく98というスペックが追加になりました。まさかの95と100の中間のスペックということで、これを知った僕はもうテンションすごい上がっちゃってるわけです。はい、ということで今回はプリンスの新型のツアーシリーズの中から大注目の98、こちらにフォーカスをしてインプレをさせていただきます。ありがたいことに先行して打たせていただくことができましたので、いつも通りいいところもいまいちなところも正直にインプレしていきたいと思います。それでは始めましょう。まずはじめにラケットの外観やデザイン、形状などをチェックしていきたいと思います。今回のツアー98なんですけれども、白とオレンジの非常にポップなデザインになっています。前作は白と黒のマット仕上げだったんですが、新型はですね、全部ツヤありの仕上げになっていて、より発色がいい感じになってますね。はい。だいぶ印象変わりましたね。で、白の部分も前作とは色味が違っていて、前作はちょっとクリーム色っぽい感じもあったんですけれども、今回はもう本当に真っ白っていう感じで、よく見るとメタリック調になってます。でかなりデザインが、明るい方向にシフトしたことで、旧型がすごい武骨なラケットに見えてきたなというような感じがします。はい。で、ツアー100っていうとですね、ボックスとラウンドを半分ずつミックスしたような、そんなフレーム形状のラケットだったんですけれども、98に関して言うとですね、ほとんどボックスかなっていうような感じがします。はい。形状的には、8割型ボックスで残りの2割がラウンドみたいな感じで、100よりはボックスっぽいんだけど95よりはラウンドが混ざってるよねっていう、そんな感じの形状になっています。正面圧は他の2つのスペックよりもスリムになっていて、多分しなりとか振り抜きが良くなってるんじゃないかなというふうに予想されます。ちなみにヨークの部分はシリーズで唯一8欠ですね。8個穴が開いていて、他の全部6個なのでここも変わっています。次にスペックなんですが、こちらになります。98平方インチに 305g で、バランスが 315mm ですね。フレーム圧は最大が 23.5 なので、100よりもわずかに厚くなってます。シャフトがね、スリムになっているので、おそらくフェイス部分は少し厚みをプラスしてしっかり安定させようっていう狙いなんじゃないかなと推測してます。ストリングパターンは 16×19 なんですが、結構クロスが密なパターンになってますね。RH に関してはプリンスは特に公表はしてないんですけれども、いつも通りですね、ライズテニスサービスさんの方で、検索をしてもらいました。はい。ストリングを貼った状態で、だいたい60くらいですね。で、僕の持ってる前作のツアー100を計測していただいた時は63ぐらいでしたので、このツアー98も想像以上に低いなというような感じですね。で、一応他のスペックも計測はしてもらっていますので、今後別の動画で、改めて解説できたらなというふうに考えております。今回ストリングはプリンスのファントムタッチを貼ったものを使用しました。比較的柔らかめのポリエステルのストリングになります。で、実際打ってみるとですね、かなり柔らかくてしなやかな打球感になっています。フレームがしなって乗っかるっていう感じがしっかりありますし、あとはそのしっとり感って言ったらいいんですかね。これボックス系のしっとり感だなみたいな風に言いたくなるような、そんなフィーリングになってました。で、さっき形状的にはボックスが8割、ラウンドが2割っていう感じで表現したんですけれども、打球感としてはもうボックスっぽさが9割、ラウンドっぽさが残りの1割っていうような感じかなというふうに思います。
現状発売されている他のブランドのラケットで言うと CX200 とかトワルソンの40ラブの WX とかに似た打球感なんじゃないかなと思います。フレームもしなやかなタイプが近いのかなと思いますね。ツアー100でもうちょっとそのボックス的な掴む感じ、しなる感じっていうのを求めてた人にはすごく刺さるフィーリングなんじゃないかなというふうに思いました。性能的にもかなりボックスっぽさっていうのを感じられるようになってますね。シナリオを生かすような熱い当たりでボールを捉えることができれば、低めの弾道で伸びるようなストロークっていうのをしっかり打ち込んでいくことができます。で、弾いて飛ばすような感じっていうのはあんまりなくて、一度しっかりボールを捕まえてから力を込めて打ち返す、そんな感じかなと思います。で、ボールの引っかかって持ち上がるような感じっていうのはそんなに強くないですし、打ち出しの角度っていうのは若干低めに出やすいかなと思います。弾道の高さの調整自体はやりにくいとかっていうことはないんですけれども、やっぱりその低めでしっかり打ち抜く時の方がラケットの良さっていうのをしっかり出せるというふうに感じましたね。で、スライスは非常に打ちやすかったです。すごい良かったですね。これは間違いなくプリンスのツアーというシリーズの中では一番打ちやすいんじゃないかなと僕は感じましたね。ボールを乗せて転がして飛ばすみたいなその感触が、はっきり手に伝わってくるので非常に安心感がありました。で、サーブも基本的にはストロークと同じ感じになりますね。熱い当たりで打てればしっかりスピードとかバウンド後の伸びっていうのが出るので、フラットとか、速いスイングで打つスライスとかっていうのは非常に打ちやすいかなと思います。その代わりやっぱりどうしても当たりが薄くなりがちなスピンサーブとかで打っていくのはちょっと難しい。特に大きく弾ませるとか変化をさせるっていうのは僕の筋力ではちょっと難しいかなという感じでした。で、ボレーはですね食いつきがあるので、押して深く打つとか、逆に力を吸収させて短くしたりドロップにしたりとかっていう感じで長短の調整っていうのは非常にやりやすかったです。正直楽っていうふうには言えないのかなとは思うんですけれども、95に比べればはるかに優しいですし、許容範囲の広いラケットにはなってるのかなというふうに思います。はい、今回実際打ってみて、ここいいな、ここ好きだなっていう風に感じたのはこの3つですね。柔らかい打球感、スライスが打ちやすい、そして表面がツヤあり仕上げっていうこの3つになりますね。まず柔らかい打球感というところなんですけれども、最初にも言った通りですね、これまで使ってたツアー100だと弾き感がちょっと強いかなと。で、95だとそのフェイスの小ささとかから来る、インパクトのその重さとか辛さとかっていうのがあって、なんかその間はないものかみたいなね、いう風に思ってたんですけど、98に関して言うと、シンプルに柔らかいなっていう風に言えるフィーリング、打球感になってるなと思います。95よりは楽ですし、100よりは間違いなくしなって食いつきますし、で、しかもそれがそんなにスイングスピードが速くなくても十分に感じ取れるっていうところは、非常にいいところなんじゃないかなと思います。で、2つ目、スライスが打ちやすいっていうところですね。繰り返しになりますけど、スライスは本当打ちやすかったですね。このラケット使うんだったら、僕はバックでね、頑張ってスピンを打とうってやるよりは、スライス打った方が絶対効率的なプレーできるだろうなって思えるくらい打ちやすかったですね。はい。手に伝わってくるフィーリングとボールの飛び出し方っていうのが非常に一致しているように感じられたので、安心してスライスは打てるなというそんな印象でした。で、3つ目が表面がツヤあり仕上げになったという点ですね。僕はですね、ツヤありとかクリア仕上げ、グロス仕上げとか大好きなので、今回のそのツヤありへの変更は本当にナイスだったと思ってます。グラファイトの97ほどテカテカしているような感じではないんですけど、傷のつきにくさとか触り心地とかの面でも今回のは非常にプラスになってるんじゃないかなと思います。正直今のラケット市場で主流なのはマット仕上げだと思うんですね。ほとんどマットばっかり。あっても部分的に
グロスになってるとかっていうのはありますけど、全体がその艶ありになってるのはほとんどプリンスぐらいなもんなんじゃないかなというような気がします。はい。そんな中でもちゃんとこう艶ありに仕上げてくれたっていうのは繰り返しになりますけど、本当にナイスだったと思います。はい。先行して打たせていただいたんですけれども、正直に気になったところもお話をしていきたいなと思います。気になった点はですね、この2つになります。トップスピンが厳しいっていうところと、黒を残して欲しかったなという点になります。まず1つ目はトップスピン系が難しいというところですね。これはストロークもサーブもそうなんですけど、やっぱりその振り上げて回転をかけて、弾ませるっていうのはかなり難しいかなという感じがしました。よく言えばそのボールがもう少しこう引っかかって持ち上がる感じっていうのは欲しかったかなというふうに思いますね。このツアー98だけ唯一ヨーク部分が白血だったりとか、あとは16、19なんですけどクロスのピッチも結構狭めになっている、センターに寄ってるっていうところで、僕からするともう少し粗めの 16×19 のパターンでも良かったんじゃないかなと思います。ただこれに関しては僕の体力、筋力とか、打ち方とのその相性的な部分もあるとは思うので、あとはその引っかかりをあんまり追求すると、そのボックス的なフィーリングっていうのが若干こうスポイルされてしまうところも出てくるかもしれないので、難しいところかなとは思いますし、引っかかり欲しかったらツアー100でいいよねっていうところもあるので、そんな感じなのかなという気がします。はい。そう思うとですね、100の方で16、19もあったら面白いのかななんていうふうにはちょっと思っちゃうんですけど、わがまま言い出すとキリがないので、このぐらいにしたいなと思います。そして2つ目ですね。黒を残してもよかったんじゃないかなというところになります。デザインが、白をベースにして、かなりこう爽やかというかポップな感じになりましたね。はい。塗装のクオリティも高いし、艶ありになったのもいい。ですけど、ただちょっとその白の面積が増えすぎてポップすぎるっていうか、なんかちょっと可愛らしい感じになっちゃったかなっていう気がしますね。はい。もちろんそれが狙いでやってるっていうふうには思うんですけれども、僕の好みかっていうと、ちょっと違うかなっていう気がします。はい。正直過去の動画でも何度か触れたことがあるんですが、僕、黒いラケット大好きなんで、はい。黒がね、一番かっこいいと思ってるようなタイプなんで、真っ黒とは言わないまでも、前作と同じようにそのフェイスの内側の黒は残してもらってもよかったんじゃないかなっていうふうにちょっとね、思っちゃいました。はい。気になったのはこの2点ですね。ライバルになりそうなラケットについても軽く触れていきたいなと思います。実際打ってみて、フィーリング的に、性能的に、似てるなというふうに感じたのは CX200、ブレードの98、TF40、あとは40ラブの WX とかになってきますね。ボックス系のフレームで、割と薄めのタイプの方が、よりライバルというふうに言えるんじゃないかなというふうに思います。こういったライバルとの詳しい比較に関してはブログの記事の方にアップしていますので、よろしければ概要欄の方からチェックしていただけると嬉しいです。98平方インチの 305g っていうのは現状市場でも結構選択肢があるカテゴリーかなと思います。プリンスにしては珍しく市場に合わせたスペックにしてきたなと思いますので、この市場の中でこのツアー98っていうのがどんな風に進んでいくのかっていうのは、発売されてからちょっと楽しみなところではあります。はい、いかがでしたでしょうか。今回のツアー98なんですけれども、ボックスっぽさっていうのをしっかり出しつつも、実戦で十分使えるラケットに仕上がってるんじゃないかなというふうに感じました。今回は98に限定してインプレしましたけれども、他のスペックについても随時動画を作っていく予定ですので、楽しみにお待ちいただけたらと思います。お見逃しのないようにチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。なおですね、ツアー98の発売予定は2022年の11月頃となっています。
予約はすでにスタートになっていますので、実際今年に入ってビーストマックスとかファントム F1 とかもですね、そこまで売れないんじゃねって僕勝手に思ってたんですけど、想像以上に、初動も良かったし、その後も売れ続けていますので、最近のそのプリンスラケットの人気とか、あとはその生産状況とかっていうのを考えるとですね、確実に手に入れたい人は予約した方がいいんじゃないかなと思います。はい。楽天市場の購入リンクも概要欄の方に貼ってありますので、急いで予約しなきゃっていう人はそちらをチェックしてみてください。より詳細なインプレはブログにアップしていますので、もっともっと詳しく知りたいよっていう人はこちらも合わせてチェックをしてみてください。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。気になる部分とかあればぜひコメントの方に書き込んでいってください。今後も動画たくさん更新していこうと思いますのでよろしくお願いします。それでは。